こんばんは、レマと申します。本日からシャドウズ・オブ・ダウトの実況動画を投稿させていただきます。最初に少し説明をさせてください。シャドウズ・オブ・ダウトは架空の1970年代のサイバーパンク風の街でランダムに生成される事件や依頼を探偵として解決していくゲームです。従来のアドベンチャーゲームとは違って決まったシナリオはありません。何に注目してどうやって事件を解決するかはプレイヤー次第。つまり人によって10人十色の実況動画が繰り広げられます。面白そうじゃありませんか？面白いんですよ。なので私はそんな実況動画が見たいんですよ。しかしピクシブで特殊性癖タグを漁る人のごとく夜な夜な動画サイトと X を徘徊しても残念ながら非常に供給が少ない状態が続いております。であれば自分で作るしかない。そう思って始めたこのシリーズもいよいよ第3シーズンに突入しました。これまでご視聴応援くださった皆様ありがとうございます。初めてご視聴くださっている方どうぞよろしくお願いします。まあこうして動画を投稿するとありがたいことに視聴者さんがコメントをくださいまして、私はそのコメントを拝見しながら自分の動画を見ると楽しいという永久期間が完成するわけです。これでノーベル賞は私のものです。さて長々と自分語りにお付き合いいただきありがとうございました。そろそろ探偵仕事に取り掛かるといたしましょう。今回はチュートリアル事件である草木も眠る牛蜜時に挑みます。シャドウズ・オブ・ダウトでは全ての事件や依頼がランダムで発生するとお伝えしましたが、チュートリアルだけは違います。この事件だけは細部に多少の違いはあれど必ず同じ出来事が起こります。ですので今回はこのシステムを利用して実験を2つやっていこうと思います。実験内容についてご説明します。チュートリアルに従って基本的な操作を進めていくと無言電話がかかってきます。その後ドアの下から差出人不明の謎のメモが届くというところから物語がスタートするわけですが、ここで実験です。実験1、謎のメモの差出人を特定してみようを開始します。まだ謎のメモは届いていませんね。この状態で準備を進めていきます。そもそも謎のメモが届くタイミングですが、これは電話に出ることがトリガーになっていると思われます。ですので作戦としてはまずドアを事前に避けておき、その状態で電話に出ることで差出人の姿を目視で捉えるという形を考えております。鍵を所持していなかったのでさぞか手荒な方法にはなりましたが探偵ですので特に問題はありません。これでメモを届けに来た差出人の姿が丸見えになるはずです。差出人がここに現れてくれればの話ですが、念のためもう一つ仕込みを済ませておきましょう。役所へ行ってカメラを変えます。何やら迷っているようですね。いいえ、迷ってはおりませんし、チュートリアルをスキップしたわけでもありませんので大丈夫です。差出人が一瞬で逃げ去ったとしても、その姿をカメラで捉えることができれば、写真をもとに人物を特定することができるはずです。というわけでカメラを買ってきました。お電話は辛抱強く鳴らし続けてくださっているようなので、一回練習します。電話を取って玄関を見る。よし、こんな感じでいいでしょう。では本番、いきますよ。電話を取って玄関を見る。いない。やられた。いやでもまだメモが届いていないという可能性もバッチリ届いてますね。まあ、うすうすこうなるだろうと思ってはおりましたが、もしかするとカメラを取り出そうとした一瞬の隙に何かが起こった可能性も。せっかくです。少し時間を戻してもう一度試してみましょうか。それでは気を取り直して。誰もいないように見えます。この短時間で見逃すはずはないとは思いますが、現場を走り去る不審な人影といったものも見当たりませんね。もう一回だけやってみます。はい、もしもし。ところでこのお電話なんかハーハーおっしゃっているのですが、前からこんな感じでしたって。もしかして変態さんでしょうか。探偵の家にいたずら電話とはなかなか強胆ですね。さてこのような実験結果になった以上、今回は差出人は存在せず、メモは何らかの超自然的な力によって虚空から現れると結論付けて良さそうです。いくらそうなる可能性が高くとも実証実験を行うまではあくまで推測に過ぎませんからね。メモの差出人を突き止めることには失敗しましたが、差出人は存在しないという検証結果には満足です。それでは次の実験に移ります。この番組はスターチコーラ社の提供でお送りしております。次の実験は犯人を待ち伏せして捕まえてみようです。これは原理的には実現可能であることが判明しておりますので、早速準備を進めていきたいと思います。必要なことは2つ。自由行動が可能になるまでチュートリアルを進めることと、犯人を待ち伏せするために必要な情報を集めることです。まずはチュートリアルを進めていきます。メモに書かれていたお名前から住所を割り出し、手遅れ越しのお部屋へ。
何ですか？鍵の博覧会でも開催されてます。まあ全ていただいておきましょう。さて、エオグリコ氏は栄えある第一被害者ですので、現場検証を進めていきます。バージョンアップでご遺体の調査コマンドが F に統合されたんですよね。わかりやすくて良いと思います。そういえば、バージョンアップといえば、これ、せっかくですからやってみましょう。よいしょ。おう、動かせました。なるほど、大腿部の重曹が致命傷といったところでしょうか。証拠品がご遺体の下に隠れてしまうこともありましたので、これは非常に嬉しい新機能。臭い、バッチリ。結構まだフレッシュなご遺体ですけども、そんなに匂います？もしかしてこれ、被害者さんの体臭なんじゃありません？まあいいです。どうせチュートリアルを進めていたらもう少し汚れるので。さて、実験に必要な材料は、犯人の指紋と被害者の日記の2点です。これらは無事に入手できたので、さっさとおいとましましょうか。チュートリアルでは色々調べる必要がありますが、極論としてはこの2つがあれば事件は解決可能です。最後に、シャワーをお借りして不法侵入の証拠も消しておきましょう。よいしょっと。それではチュートリアルに従ってダクトに入りまして、病民官さんが到着したみたいですね。玄関を突破なさったようです。そのままバスルームへ移動しましたが、これは好都合。それでは今のうちに、よいしょ。チュートリアルではダクトから脱出するよう指示されますが、面倒なので探偵は堂々と玄関から出ます。お仕事頑張ってくださいね。ごきげんよう。さらにチュートリアルを進め、自由に行動できるようになりました。必要な材料は揃いましたので、最後の仕上げにかかります。それではお手元に先ほど入手した日記をご用意ください。日記に登場したお名前を市役所のパソコンで調べます。あら不思議、現場で発見した指紋と一致する殺し屋さんが現れました。お名前はウリさん。あからさまに犯人ですね。そういえば、ウリさんの指紋が金庫や引き出しから大量に検出できたんですけど、殺し屋としてはおかしすぎますね。あの鳥の犯行にでも見せかけたかったのでしょうか。さて、本命はもう一人の方です。イーサンさん。この人が殺し屋さんの次のターゲットです。シャドウズ・オブ・ダウトでは誰がいつどこで殺害されるかは全てランダムなのですが、チュートリアル事件に限り、このようにして次の被害者を特定することが可能です。これより、ターゲットの護衛を開始します。ターゲットであるイーサンさんへの接触に成功しました。ご存命中にお話しすると、お金と同期版をいただくことができます。ようやく準備が整いました。あとは、犯人が姿を現すのを待つだけです。刈り込み中は暇なので、本シリーズの目標についてお話ししましょうか。イーサンさんお出かけですか？さっきあなた殺し屋に狙われてますよってお話ししましたよね。危ないからお部屋にいてもらえませんか？とうとう建物の外に。仕方ありません。外での護衛は正直かなり不安ですが、監視から尾行へ切り替えていきましょうか。尾行はお任せください。探偵ですからね。それで、何でしたって？目標の話でした。今回の実況シリーズでは全ての同期版を集めてみようと思っております。そこそこ探偵ビジネスをやらせていただいておりますが、実は全部集めたことってないんですよ。これまでのシリーズであまり同期版について触れてきませんでしたので、そのあたりの解説もしながら進めていければと思っております。護衛対象が動きました。現在時刻は朝7時半くらいです。結局2時間くらいお散歩してましたね。あの人、危機感とかお持ちでない？シャドウズ・オブ・ダウトは Steam で大好評発売中です。護衛対象の帰宅を確認しました。引き続き周囲の警戒を続けます。さて、本日中に犯人は来てくれるのでしょうか。相手が獲物を捕らえる瞬間だけは絶対に動きが読めるとは申しますが、これはなかなか忍耐力が要求されますね。不審な動きの人がいましたが通り過ぎました。あれ、この人ウリさんに似てる気がしましたが人違いでした。なかなか来ませんね。また不審な動き。いえ、通行人という可能性も。いやいや、ドア開けようとしてるじゃないですか。ご用だ。本人確認よし。今回のチャレンジ、犯人を待ち伏せして捕まえてみよう。大成功です。以前、5人逮捕で被害者に手錠をかけたこともありましたが、今回は100点満点の成功です。よかった。実験は大成功です。それでは全ての情報が整いましたので、書類を提出して本日の事件に幕を下ろしましょう。完璧ですね。今回はかなりイレギュラーな方法で事件に取り組みましたが、素直な操作をご覧になりたい方は過去の動画をご参照ください。ところで先ほどから目の前にあるこちらの、ちょっとお借りしますね。ちょっとだけですから。本日入手できた同期版は1枚ともかくこちらが本日の戦利品です。
最大体力が 20% 増加、またはインベントリの容量が1増加。同期版には複数の効果があり、どちらか一つだけを選んでインストールすることができます。今回、私が選ぶのはこちら。インベントリの容量増加です。この同期版は1回アップグレードすることができまして、そうするとさらにインベントリが1枠増えます。つまり、この同期版でインベントリーを2枠追加できるということですね。それでは先ほどお借りした同期版アップグレード瓶を使いまして、聞きますね。めでたく、インベントリーが6枠に拡張されました。これでもっとたくさん同期版を拾えますね。というわけで、本シリーズでは全ての同期版を集めてみようと考えておりますので、今後しばらくお付き合いいただければ幸いです。あれ？俺のロビーにある郵便箱にスタッチコーラの新作同期版が一つ入ってるんだ。よければ同期クリニックに持って行ってインストールするといい。個人的に全く信用はできないが、お前に勧めると請求書を割引してもらえるってんでな。同期版くださるんですか？差出人の A さんは、おそらくこの部屋を斡旋してくださったアイナラさんのことだと思われます。アイナラさんのお住まいはクリベリスイーツの103号室。せっかくですから、最後にこれだけ回収してしまいましょうか。103号室の郵便受けはこちらですね。ちょっと施錠されてるんですけど、郵便箱に入ってるって書いてありましたよね。まったく、探偵も舐められたものです。こうなったらアイナラさんのお部屋に直接お邪魔します。そうい。それではお部屋を調べさせていただきますね。探偵なので、さて、同期版の1枚くらいはお持ちですよね。おや、殺人事件の通報ですか？現場はクリベリスイーツ。後で伺いましょう。手がかり発見です。あれ、現場ここじゃありませんか？もしかして私、やっちゃいました？いや、現場は403号室みたいですね。ここは103号室なので別件です。びっくりした。